アーティスト、ラッパー、彫刻家。爆発したら姿を消しちゃう。エネルギーを放出しちゃったら、もう跡形もなくなっちゃう。そこに何か事象が起きるかもしれなくて、それを俺は形にしてるんだけど、破壊する。何かをなくす。っていうもののために生まれてきたもの。それで、俺は何かを作るっていう行為をしてるわけ。その中に自分の中の反対のことをやってやる。良くないことをやってるように見えて面白いことやっちゃおうぜ。みたいなパンクス精神。カウンター精神みたいなのが俺の中にやっぱ根源的にあると思ってて。今この星のどっかで戦争をやってるけど、俺一人があの戦争を止められるわけではないし、何かができるかわからない。だけどこうやってラップしたり、みんなが音楽聴く、こういう場を作れることが唯一の抗う方法だと思ってます。Your life 一つこの星に生まれ、残酷なまでに運命は平等じゃねえ。誰に必要とされ、誰のために生きるのか。お前は今いる仲間と正義をどう信じる。ライフ一つ、ダサいことはしねえ。ビーチェスなり下がるんなら首をくくるぜ。人生ってやつはいつもハートにのしかかる。あの夜に酒を飲んだあいつが自ら死ぬことを選んだ。世界を変えてやるのさ。 Yeah, next shit。ラッパーと彫刻家っていう2つの顔を持ってると思うんですけど、どのようなバランスで自分の中で成り立っているんですかね。彫刻の方が最初でメインだったのかな。だからラップっていうものに対しては彫刻っていうものの考え方で作ったりすることが多いですかね。ラップと彫刻って随分違うと思うんですけど、どんな違いが重要だと考えていますか。ラップと彫刻の伝わる速度っていうものがやっぱ違くて、ラップっていうのはやっぱり言葉がバンって相手にまず伝わる。その瞬間伝わって、その後リスナーはそのことを考えなきゃいけないのかもしれないし、楽しかったねっていう思い出で終わるかもしれないっていうラップの伝わり方に対して、彫刻っていうのは見てよくわからない、理解しきることができない。だけどそれがこうじわじわと伝わってくるっていう、その時間のかけ方、やっぱりその差っていうのがすごい俺の中ではキーワードで。含水爆薬って言ってハイジェックスっていう種類の爆薬なんだけど、これが雷管何層にかなってて、ここで電気でまず発火したのが次に衝撃を与えて、3、4段階目ぐらいでようやくここに入ってるものが爆豪って言って衝撃波を起こせる。でこの爆薬はその火つけてもライフルで撃っても爆破しないんだけど、衝撃波が加わった途端にいきなりバーンって爆発する。このぐらいでペンぐらいの太さの起爆装置だよね。でそう、金属のケースに入ってて、爆破した衝撃で爆薬がバーンってなる。衝撃が伝わることで爆発するから。なるほど。爆薬の力が上に抜けた時にこう鉄砲っていうんだけど、ボーンと吹き出す程度がちょうどいい。本来の葉っぱの時にはその鉄砲っていうのは良くないんだけど、この作品作りには鉄砲になることによって、その首の部分がうまくこう注入口が作られる。なるほど。
葉っぱ30秒前。10秒前。3、2、1、点火。彫刻ってどうしてもエネルギーっていうキーワードが俺の中からはこう切っても切り離せないすごい近い距離にいて、エネルギーを彫刻するんだっていうのをずっと自分の中のスローガンとして決めてて、だったらもういっそのことエネルギー型取っちゃえばいいじゃんっていう、エネルギーを可視化するっていう、そういう彫刻を作りたかった。爆破にある衝撃波は100万分の1秒の速度で音速よりも速いと伺いました。一方で素材となる大地っていうのは長い時間をかけて堆積する土の塊、その堆積する大地であって、その2つは全く異なる時間の流れを持っていると思うんです。それをこの制作は交差させていて、そうしてキメラのようなリズムが作品に刻まれていると思うんですけれども、いずれも爆破の速度も大地の持っている速度、時間っていうものもとても非人間的なものだと思うんですね。爆薬を使ってるっていうことで鑑賞者が勘違いをするんですよね。戦争だったり環境問題、原発の問題っていうふうに言われたこともあったし、そうやって自分の中にある問題と勝手に結びつけるんですよね。それがなんかこの作品の狙いで、やっぱりそうやって勘違いされていろんなところに旅していく、あらゆる問題っていうものを勝手に着させられて、この作品が世界中に行くことがやらなきゃいけないことだなと思ってますね。400ずつ入れて800で混ぜて流し込むかみたいな、はい、ちょっとわかんない。それメモリを徐々に決めていく。わかりました。とりあえずじゃあ440にします。はい、じゃあ作品としてその成立する最低限のルールっていうのが、爆破して穴ができました。でその中に発泡ウレタンを流し込みます。それで膨らんだ時にその発泡ウレタンがある程度膨らんでくれないと、その空洞の型が取りきれないんですよ。で俺の作品はこう棒が立ってたり軸になってたりする作品があるんだけど、あの軸は実は折れててもよかったり、彫刻自体にスコップの跡とかがついてても俺は作品として出してるんだけど、じゃあそれはなんでかっていうと、こんだけの空洞が空きましたよっていう事実さえ型を取れれば俺は作品として成立すると思っていて、でスコップでこう引っかいて傷がついちゃった、だけどそのスコップの跡って人間がやったんだよっていうことが分かる一つの彫刻としての表面に現れる理由だとも思ってるんですよ。だからそういうものも作品として世に発表してますね。作ることと作らないことの間にあるような作品だなって感じました。つまり作品は第一爆薬発泡ウレタンによって生まれていて、自分の手では形を作らないっていうことですよね。そうした制作過程の中で素材とどのように向き合っているんですか？人間って作れてるようで作れてない部分もあると思うんですよね。思った通りに人がいくら頑張って作ろうと思っても素材は言うことを聞いてくれないんですよ。大体やっぱ言うことを聞いてくれない。石だったら途中で割れちゃうかもしんないし、木だったら折れちゃうかもしんないし、なんか別のなんかこう節が入っててとかね、木目の向きがとかさ。だから僕にとってこの爆破の彫刻の作品の制作って免許を時間かけて取って知識を得て人と会話して協力者を見つけて
作品を作る。なんか自分の手じゃなくてもいいかなと思って。空間の中に彫刻があるというよりも、彫刻が空間として現れている、爆破されて空洞ができたその空間っていうものが出現しているというような印象を受けます。この作品が暗闇の中にそっと置いてあって、それに対してスピーカーから音が出てきて、3、2、1ドカーンっていう。で、その爆破の音が入ってると、やっぱり本当に爆破したんだって急にそれで気づくんですよね。作品を見てる間に耳でそれを理解する、察知する、っていうのがこの作品の正しい展示方法。爆薬、爆弾、人を傷つけた人も世の中にはいっぱいいると思うんですよ。人を傷つけるものを開発してお金を稼いだ人もいっぱいいるっていうのがこの星の中では負の歴史にはなってる。で、その負の歴史っていうものに対して一石を投じるときに、人を傷つけてしまうかもしれない道具で何かを作る。花火なんかは喜びとかね、そういうものを作れるし、で、俺は彫刻を作ったっていう歴史が重要だと思ってて、この作品のゴールっていうのがやっぱりそういう人を傷つけてきた人たち、そういう人たちの家に飾られたり元に届くっていうのが俺のこの作品の最終的なパンクス精神のゴールだと思う。